はい、1週間目の後半では、メモリー空間と変数の関係について、具体的な変数のメモリー空間における変数の置き場所について話をしていきたいと思います。メモリーの様子を分かりやすくするために、こういう引き出しがたくさん並んだロッカーのようなものをちょっと考えてみたいと思います。で、このたくさんある引き出しがメモリー空間。パソコンに、装備されたメモリー、記録容量だと思ってください。で、このメモリー空間は、実はいろんな情報が書き込まれています。例えば、この左側には、OS が作業するために使う領域。OS も一つの、Windows とか Linux、Unix、MacOS、そういうのが OS ですけど、コンピューターを制御するために必要なプログラム。で、それが、メモリを使いながら処理をしていくので、OS が作業するために使う領域というのがまずあります。あと、こういう白い空きのものもあって、あと、コンピューターには複数のユーザーが同時にアクセスしていることもあるので、別のユーザーが使っている領域というのもあるかもしれません。そして、その中に今自分で実行するプログラムが使う領域というのが加わります。この部分、見ての通りいろいろな色が混ざっています。ということは、違う変数が使うということになります。違う用途が設定されているということになります。この部分拡大して下の段になります。自分の実行しているプログラムが使うメモリ領域にも、そのプログラム自身を格納する実行形式ファイルをメモリ上に置く必要があるので、それを置く場所、プログラム領域。あとは、静的変数領域。今は名前だけ覚えておいてください。後で何だかは説明します。ヒープ領域、スタック領域という大きく4つの領域に分けることができます。もう一度書くと、メモリプログラム、自分の書いたプログラムが使うメモリの利用区分としては、プログラム領域、静的変数領域、ヒープ領域、スタック領域というのがあります。プログラム領域と静的変数領域というのは、プログラムの実行前、具体的にはコンパイルをした段階でどのぐらいの容量が必要かというのが分かる領域です。なので、プログラムを実行する前から、静的にプログラムが始まる前から終わるときまで静的に確保される領域になります。で、プログラム領域というのは、プログラムの命令、実行ファイルそのものを格納するところです。静的変数領域というのは、帯域変数など関数の外側に位置させる変数を格納する場所です。静的変数というのはどういうものかというと、プログラムが始まってから終了するまでメモリー上にその箱がずっと存在し続ける変数です。コンパイル時に静的変数領域内で確保すべきサイズが決まります。関数の外側、内側で宣言されます。宣言される場所や方式によって振る舞いが異なります。静的変数で一番よく使われるのが、この帯域変数というものです。これは皆さんも使ったことがあると思うんですけど、関数、この場合はメインという関数が一つあるわけですけど、この関数の外側でこのように変数が定義された場合、この変数は帯域変数というカテゴリーになり、メモリー上ではこの静的変数領域に確保されます。それ以外のヒープ領域、スタック領域について説明します。これは先ほどのプログラム領域、静的変数領域と異なり、プログラム実行開始後に状況に応じて動的に確保される領域です。なので、コンパイル時ではなくて、実行時にその都度使用領域サイズが決まっていくというものです。そのような動的に
確保される変数のことを動的変数と言います。動的変数が使う領域には、ヒープ領域とスタック領域と2つあります。で、何が違うかというと、ヒープ領域は、プログラム実行時にマロック関数、フリー関数という関数によって動的に確保される変数です。スタックは関数の内側で変数が宣言されたときに、その関数の内側だけで使われるということを前提に使用される、確保される変数。別名、局所変数とかローカル変数と呼ばれるものです。でもう少し詳しくその動的変数について説明します。そのヒープ領域に格納される変数は、動的メモリ割り当て用変数とでも言います。この特徴としては、先ほど説明したマロックフリーという関数を使って、必要に応じて必要な分をプログラマーによって制御される。プログラマーが欲しいと思ったら、そこでマロックという関数を使って、このヒープ領域上の格納場所を確保して、でも必要ないと思ったら、フリーという関数を使って、その確保した格納場所を開放すると。そういうプログラマーによる、いわゆる手動でメモリ割り当てを決めていくというのがヒープ領域です。スタック領域というのは、コンピューター、正しくは OS によってその割り当てが決められる領域です。メモリ領域の確保、開放は、プログラム中では明示的には指示しない。単に宣言をするだけというものです。あとは OS が判断をして必要なときに必要な分を、メモリ上に、このスタック領域上に確保するということになります。では、この1番目の動的メモリ割り当て用変数について、動的メモリ割り当てについてもう少し説明をすると、ロック関数、フリー関数によって必要になったときに必要な分だけメモリを確保、開放する方法です。で、具体的にはこちら側の上の方が静的なメインという関数の外でバッファーという文字列ですね。キャラクター型の文字列というのを、待機変数、関数の外で宣言するので、待機変数として、確保した場合のソースコードです。ちなみにこのサイズ、バッファーの文字列のサイズ、何文字あるかというのは、このバッフサイズで10と決められています。この場合、この確保されたバッファーという文字列は、プログラムが始まってから終わるまでずっと同じメモリー上に確保し続けられています。で、この静的な変数は、ここの静的変数領域で確保されます。一方で、同じようなプログラムでも、関数の中でバッファーという文字列を確保する方法もあります。で、この時に使う関数がこのマロックというものです。マロックで、バッフサイズ10個ですね。で、ここはちょっと今日は覚えて詳しくはポインターの話になってしまうので、ここでは理解できなくてもいいんですけど、要は、一文字分のサイズというのを10個マロックしてくださいという命令をします。このマロックをすることによって、このヒープ領域にこのタイミングで必要なメモリサイズが割り当てられます。で、使った後にもこれ出るときには必要ないなと思ったらですね、プログラマーが自分で明示的にこの確保したバッファーというのはもう開放してくださいと。フリーという関数で開放してくださいというのを記述します。このようにプログラム中で明示的に変数の確保、開放というのを行うのがこのヒープ領域になります。でもう一つの局所変数の方。これは
関数がユーザーサイトで間だけメモリー、しかもこのスタック領域、さっきヒープ領域じゃなくてスタック領域のように確保される変数です。局所変数とかローカル変数と言われます。でこれ名前は初めて聞いたかもしれませんけど、実は皆さんも普通に使っていて、関数の中でこういうふうに変数を宣言した場合ですね。この変数 A とか B というのは、このスタック領域に確保されています。でメインに入ったときだけずっと使えて、メインが出るときには自動的に OS がそこから消してしまうというものです。で局所変数の宣言で、みんながよく知っているのはこういう関数の中で宣言をする場合なんですけど、実は関数のこういう引数に書かれたとき、でもこれもこの関数の中で宣言したのと同じようにですね、この場合は S と T と ADD というフロートの変数がスタック領域上に確保されます。この部分、意外と引数の部分の、確保というのは意外とミュートされがちなので気をつけてください。じゃあなぜこんなにいろいろ変数の種類とか格納場所が違うのかということについて説明していきます。こういうどこから見ることができるか、変数の参照可能範囲を考えるときに使う概念がスコーピングとかスコープと言います。帯域変数というのは、プログラム中どこからでも参照することができます。こういうのをグローバル変数ですね。世界中から見えるという意味を込めて、グローバル変数と言います。その次の、それが一番広い範囲です。その次に、ファイル内。さっき言ったように分割コンパイルをすると、一つのプログラムを複数のソースコードで記述することがあります。その各ファイル内で参照できる静的変数のことをファイル内静的変数と言います。でさらに小さくなって、そのファイルに書かれている関数の中で見ることができる変数のことを関数内変数と言います。で関数内変数には2つあって、1つは静的変数領域に確保される。プログラムの最初から最後まで格納場所が変わらないような関数内静的変数というものと、あとは先ほどの動的に格納 OS によって動的に格納解放される局所変数というのがあります。で変数の種類は、2つ。この2つの要素によって定義できて、1つはこの参照可能な範囲、関数内、ファイル内、全体というのと、あとは排出されるメモリー上の領域ですね。静的変数領域なのか、動的変数領域なのかということで決まっていきます。もう少しそれぞれの変数について詳しく説明します。帯域変数、帯域変数、正確には帯域静的変数と言いますが、これは実行プログラム全体から参照できます。宣言の仕方は関数の外で宣言しましょうと。この関数があります。この関数の外でフロート A、B、SQR を宣言した場合、この場合、この A、B、SQR すべて帯域変数になります。もちろんこれ、プログラム全体から見えるので、複数のファイルで共通にアクセスすることが可能です。ただし、その場合は、こちら側のもう一つのファイルで参照するときには、エクスターンというのを頭につけて、エクスターンフロート ABSQR と書きましょう。こうすることによって、こうしないとですね、ここで、関数の外側で
フロート ABSQR 宣言をして、こっちでもフロート ABSQR 宣言をすると、コンフリクト、衝突が起きてしまいます。なので、それを回避するために、こちら側で使う ABSQR というのは、この左側のメインの方のファイルで宣言されたやつと一緒だよということを示すために、extern ことを、情報を頭につけておきます。ファイル内静的変数は、そのファイルの中、あるファイルに含まれるすべての関数から参照は可能です。で、宣言の仕方としては、こちらの、2つ目のファイルの中での、ここで関数の外でこのように宣言します。で、対変数との違いは、頭に明示的にスタティック、静的であるというのを書きます。スタティックイントローカルカウンターというのをこのファイルの外で書くと、ごめんなさい、関数の外で書くと、このファイルの中すべての関数で参照可能な静的変数というのね。ローカルカウンターというのはその静的変数だよと言えます。でこの静的変数は、このファイル外ですね。この左側のメインからの参照はできません。こういう特徴があります。で次に、もうより狭くなって関数内での静的変数というのがあります。これは、こういう関数の中で変数を宣言するときに、明示的な頭にスタティックというのをつけます。こうすると、今まで皆さんが使っていた局所変数とは違って、このinit_val という値変数は、静的変数領域に記録されることになります。大事なのは、これは、まず参照可能なのはこの関数内に限られます。ただし、値はプログラムが終了するまで消えない。言い換えると保持されるということになります。つまり、このプログラムで入ってきて、この値を例えば3とかに書き換えて出ていきますと。次また入ってきたときには、この init_val には3が保持されたままになっています。最後に同じような関数内でしか参照できない変数ですが、ちょっと違うのは局所変数です。参照可能範囲は関数内ですが、ある関数が、この場合だとこの add_sqrt で関数が呼ばれるたびに確保されます。自動的にメモリー上に確保されて、自動的に解放されるので、オート関数と呼ばれることもあります。で、宣言の方は、これは今まで皆さんが親しんできたような型を書いて、その変数を書くというものです。この S というのは局所変数として小数値が確保されています。でこれの先ほどの静的内変数、関数内静的変数と、この局所変数の一番の違いは、関数内静的変数は関数を出た後もその値が保持されると言いました。この場合は、例えばこのプログラム中で S に値を入れたとしても、そのプログラムから出た関数が出てしまって、他のところに行って、また戻ってきたときには、初期値に戻った値が S に入っている。値が完全にクリアされている、リセットされるということが違います。で今回も課題の方では、この帯域変数、局所変数というのを実際に体験してもらうことがありますので、そちらをやって、静的変数領域、動的変数領域というのはどうなっているのかというのを見ていってください。でなぜこういうスコーピングがあるかというと、基本的に全て帯域変数で記述すれば、このスコーピングなんていちいち考えなくても良いんじゃないかと。それはまさにその通りになります。しかし、ここにはいくつか問題があります。一つは、たった1回、プログラム全体の中でたった1回しか使わないような変数にも、メモリーの領域を割り当てなくてはいけないということになります。
なので変数が増えれば増えるほど、メモリーを使用するメモリのサイズが大きくなるという問題があります。メモリーサイズは有限なので、この辺をなるべく省力化したいというのが、プログラミングの一つの課題になっています。また、関数というのは、引数の値をいろいろ変えることによって、同じ記述、プログラム記述で、さまざまなバリエーションの値を返すというような、例えば y イコール x 乗だったら、x が1と2を変えると、その出力も変わってくるということができるんですけど、全部体験数で書いちゃうと、その渡す変数がそれぞれユニークになってしまうので、関数も全部そのぞれの変数用に書かなくてはいけない。さっきの例だと、y イコール x 乗の x が1用の1の事乗を計算する関数と、あと x イコール2の2の事乗を計算する関数というのを別々に作らなければならなくなってしまいます。ということで関数の汎用性が低下してプログラムが長くなってしまうという問題がありますよ。でさらに変数が大きくなると、その変数の名前の管理というのも大変になります。1つ2つだったら ABC とかでいいんですけど、例えば10個とかになってくると、よくあるパターンは A っていうのをつけて、次に AA ってつけて、その次 AAA ってつけたりします。そのしているうちに4つか5つぐらいの時にですね、あれ、さっきのは AA だったっけ ?AAA だったっけもっと AAA だったっけ分かんなくなったり、あとキーボードで打ち間違いなどが発生してしまうと。ということで、プログラムの簡潔なプログラムを書くためには、待機変数というのはなるべく使わない方が良いということで、このスコーピングという話が出てきています。で一つここで、そのスコーピングの実動例みたいなのを示してみたいと思います。これは、2つのプログラムからなるメイン .c と sub.c という2つのファイルからなる C のプログラムで、こちらの方ではメイン関数で int a という変数をここで宣言して、で a に0を入れて、インクリメントという関数に a を引数と渡して、a の値をプリントするという関数です。インクリメントという関数はどんなものかというと、渡された引数を、値を増やして、で、リターンしましょうという関数です。で、この結果、ここのプリント F で出る値は何でしょうと。0でしょうか ?1 でしょうか。答えはですね、0になります。でこれなぜ0が増えないのかという、なぜ A が増えないで0のままかというと、スタック C、sub.c の A というのは、これですね、局所変数です。こっちも、この A も同じ名前を付けてるんですけど、これも局所変数、これも局所変数です。なのでこのインクリメントの中の A というのは、このインクリメントの中でしか通用しない値です。だからここで引数を与えられて、それをプラスプラスしたとしても、出た後には、このプラスプラスした値を完全にクリアされてしまう。でこういう挙動をメモリー空間を使って考えるというのは、時にはこういう図を書くといいと思います。こっちが左側のがこれメモリー全体ですね。OS の領域、空き領域で、この下からが自分のプログラムで使うプログラム領域、セレクト変数領域、キープ領域、スタック領域となっています。で今作ったプログラムだと、まずメインという関数が呼ばれて、そのメインの中のスタック領域、メイン用のスタック領域、局所変数領域に A が1つ確保されますよ。ここでですね、最初の宣言のときに、ここに箱が1つできますよと。で次に A イコール0という代入が行われるので、ここに A イコール0が入りますよと。その次の段でインクリメントが呼び出されると、インクリメントのところに A という箱ができますよと。つまりメモリー上では、メイン用の A という
メイン関数用の A という変数の箱と、インクリメントという関数用の A の箱は全然別物ですよということになります。そして、この0の値が引数とされて、全然別の、単なる値のコピーがされただけで、コピーした値を1つ増やしていますよと。で、その後、処理がメインに戻って、この A の値をプリントするので、この値は何も変わってなくて、0が出力されるというのが先ほどのプログラムの挙動です。で、さっきのプログラムもちょっと似たような、パッと見すごく似てるんだけど、ちょっとだいぶ違うプログラムにしてみました。これは、先ほどはこのメインの中で宣言していた A、インクリメントの中で宣言した A というのを待機変数、待機静的変数にします。プログラムの外で宣言します。でこっち側では、ここで使う A というのは、この main.c で宣言をした、外部に宣言をした待機変数ですよというふうに宣言します。この場合、処理をすると、やってることは一緒で、A に0を入れて、インクリメントを呼んで、インクリメントで A をプラスプラスして戻して、ここで A のプリントをするということなんですが、これは結果的に A は1になります。なぜ A が増える？さっきとほとんど同じようなプログラムを書いているのに、なぜ A が増えるのかというと、A は待機変数で、すべての関数、この場合だとメイン関数とインクリメント関数から同等にアクセスすることが可能です。なので、ここでプラスプラス、インクリメントでプラスプラスをした結果というのは、メインの方でプリントしたときの A にももちろん反映されています。でこれも同じようにメモリー上での配置図で考えることができます。でこの場合、待機変数、ここで A 宣言をすると、静的変数領域ですね。こっち側に、さっきはスタックでしたけど、今は静的変数領域に A という箱ができますよと。で、メインの関数で、ここに0を入れて、インクリメントが指定されて、インクリメントで1が足されていますよと。ということで、同一の関数に、同じ変数に対して複数の関数で操作が行われている結果、A が1つ増えるというのが先ほどの関数の振る舞いです。最後にちょっと、その局所変数、待機変数と局所変数の良し悪しというのをまとめてみます。待機変数は今、プログラムで見たように、複数の関数で変数を操作してやり取りをすることに長けています。しかし、変数が増えるに伴って、プログラムが煩雑になったり、変数の管理が難しくなるという問題があります。局所変数は関数の中だけで閉じている世界なので、2つの関数で同じ名前を使っててもコンフリクトが基本的には起きません。なので、そんなにたくさん変数の名前を管理する必要がなくなります。一方で、複数の関数で同じものを操作したいというときには、結構手間がかかってしまうという問題があります。でこれは来週の予告ですが、ポインター変数というのを使うと、実はこの両方の問題ですね。複数の関数で変数を操作できて、かつ、それほど変数の数は増やさなくても済むということを紹介していきたいと思います。これは最後、今週のレポート課題です。まだまだの方にも、同じような問題文が載っけていますが、一応説明しておきますと、まず大きく3つの問題を答えてください。1つ目はメモリー空間はプログラム領域、静的変数領域、ヒープ領域、スタック領域の4種類の領域に分類されるということを今日お話ししました。それぞれどのような変数が格納されるのかというのを答えてください。2番では、静的変数領域に格納される変数には、参照可能な範囲、スコープによって3種類に分類することができると。それらの名称をまず答えてください。で、その3種類の変数の宣言の仕方ですね。プログラムのどの位置でどのように宣言をするか
それが局所変数とどう違うのかということで、具体的にはこの3つの静的変数の宣言の仕方と局所変数の宣言の仕方というのを書いてもらえればいいと思います。はい、それでは今週の講義はこれでおしまいにします。